ついに第2回順位発表式がやってきますね。第1回の発表からおよそ3週間、投票はリセットされ、50名の中から新しい順位が決まります。今回の動画では、投票リセット後の分量ランキング、推しカメラの各指標の伸び、ベネフィットの影響度合いなどを徹底分析します。そして、2つの異なる視点で順位シミュレーションを行いました。1つは、6週目中間順位の傾向が続いた場合のシミュレーション。もう1つは、第1回順位発表式と同じロジックで、ポジションバトル、推しカメラを加えた場合のシミュレーションです。それぞれから浮かび上がるトップ12候補をご紹介します。一緒にデータを読み解いていきましょう。まず、第2回投票期間中の推しカメラの動きから見ていきましょう。6話放送後の4日間に推しカメラの指標を最も伸ばした練習生がこちらです。4指標すべてでＩＳＳＡさんが1位、3話のパフォーマンス以降、推しカメラの伸びが目覚ましいです。今回も推しカメラが公開されて間もないのに、再生回数は約23万回、いいね数は1万を超える伸び、コメント数も約2800件、コメント人数も約1500人と大きなファンの反応が集まりました。そして、コウスケさんは6話ですでにパフォーマンスを披露済みにもかかわらず、放送後も4指標すべて2位という高水準を維持しています。披露後の余韻ではなく、継続的にファンの熱量を集めていることが伺えます。アダムさんも4指標すべて3位と高い順位をキープしています。6話では楽曲やパート決めの様子が少し放送されました。セルフプロデュースの上に風呂時計という難易度の高い楽曲にポジティブに取り組む姿が印象的で、どんなパフォーマンスに仕上がったのか気になった視聴者が多かったのかもしれません。第1回順位発表式以前と比べて大きく指標の順位を上げた練習生も目立ちます。続いて7話放送後、ポジションバトル後半組が披露された直後の同じく約4日間。ここでもＩＳＳＡさんが再生回数、いいね数、コメント人数で1位、続いて孝太郎さん、YOSHIKIさん、大輔さん、しおんさんなどが上位に並びます。ただし、4指標すべてで伸び幅は6話後より大幅に縮小しています。例えば、ＩＳＳＡさんのいいね数は、6話後は11,725回増加に対し、7話後は892回増加に落ち着いています。動画公開直後に指標が急増し、その後の伸びが落ち着くのは一般的な動きではありますが、5月8日に第2回投票が締め切られた影響も少なからずあるかもしれません。そしてもう一つの興味深い現象、ポジションバトル推しカメラは前半組が5月1日、後半組が5月3日に公開されていますが、公開後24時間時点で揃えて比較してみると、後半組は前半組のおよそ4倍の再生回数、2.5 倍のいいね数、2倍のコメンター数を記録していました。5月5日時点のポジションバトル推しカメラ累計いいね数トップ10を見ても、10人中8人が後半組でした。後半組の初動が前半組の数倍だったのは、後半組のファンが多いというよりは、後半組の推しカメラ公開を待ち望んでいたファンが多かったと解釈するのが自然だと考えています。第1回投票期間中のグループバトル推しカメラでも同様に後半組の初動が良い傾向が見られました。また YouTube では最新情報を優先するアルゴリズムが働くため、後から公開された後半組の推しカメラの方がフィードやおすすめなどに表示されやすかった可能性も考えられます。第2回投票期間中の推しカメラの動きは、ＩＳＳＡさん、コウスケさんが両期間で頭一つ抜けており、特にコウスケさんは6話でパフォーマンス披露済みにもかかわらず、継続的な熱量を維持している点が印象的でした。ただしこれは推しカメラの反応であって、投票そのものではありません。この熱量がそのまま投票に変換されるかどうかが、第2回順位発表式の見どころの一つです。続いてはベネフィットの影響度についてお話しします。第1回順位発表式ではベネフィットは1票1ポイントとしてオンライン投票結果にそのまま加算されていました。ポジションバトルのベネフィットはポイントと表記されていたことと、前回の加算方法を踏まえると今回もオンライン投票結果にそのまま加算される可能性が高いと考えています。ポジションバトルのベネフィットは9チームそれぞれのチーム1位9名に1万ポイント、全体1位チームの全員に5万ポイント、その両方を獲得した1名のみ6万ポイントが加算されます。ここに現場表の個人票数が加算されます。合計14名が1万から6万ポイントの追加を獲得しました。ベネフィットの獲得者はこちらです。第1回投票期間中のグループバトルでもベネフィットがあり、全練習生の合計は約17万6000ポイントでした。今回の第2回ベネフィットが合計約40万7000ポイント、約 2.3 倍に拡大しています。
このベネフィットが全体のポイントに対してどれくらいの比率になるのか計算してみます。第1回10位発表式で公開されたのは101人の総票数約4120万票と上位50位のポイント約3380万ポイント、51位以下のポイントは非公開なので全体の総ポイント数は直接は分かりません。ここで過去シーズンの傾向を見てみると、第1回順位発表式の総投票数のうち上位50位の合計が全体の77から 80% を占めていたようでした。過去シーズンの傾向を参考にすると、第1回順位発表式の全体ポイントは約4230から4400万ポイント程度だった可能性があります。これは公開されている総投票数約4120万票と近い規模です。ただしカテゴリー正規化方式では総票数と総ポイントは別物として設計することも可能なため、この近さだけで総票数イコール総ポイントと断定はできません。一方で運営が総票数に近い規模感で総ポイントを設計している可能性は考えられます。そして第2回は投票期間が第1回より短い点に注意が必要です。第1回は約23日間、第2回は約16日間、約 70% の期間なので、第2回の総ポイントも比例して少なくなる可能性があります。ただし投票者が増えて投票数の規模が変わらないという可能性もなきにしもあらず、そのため2パターンでシミュレーションしてみます。第1回のベネフィットは推定総ポイントの約 0.4% を占めていました。第2回のベネフィットが占める割合はどちらのパターンでも約2から3倍の比率に拡大しています。ただ規模が2倍に拡大したからといって順位が2倍動くわけではありません。順位を実際に動かせるかは隣接する練習生とのポイント差によって決まります。第1回の上位50位の順位差の中央値を物差しに見てみると、ベネフィット効果は順位が下になるほど大きく、上位ではほぼ効きません。具体的にベネフィット獲得者14名の第1回順位にベネフィットだけを加算して再相としてみるとこうなります。最大で5位の順位アップ、3位以上は順位変動なし、最大のベネフィット数6400ポイントを獲得した幸太郎さんでも1位アップという結果になりました。つまり第1回順位発表式よりもベネフィットの影響は大きいけれど、ベネフィット単体では大幅な順位逆転は起こりにくいのではないでしょうか。ベネフィットの有無にかかわらず推しに投票し続けることが重要ですね。3つ目のトピックは番組内の分量と投票順位の関係です。1話から7話まで各練習生がどれだけ番組内でフォーカスされたか合計秒数でランキング化したのがこちらです。ここでいう分量はレベル分けテストやダンスバトル時の個人パフォーマンス、グループでのパフォーマンス、個人インタビュー、ビハインド、その他を含む各練習生がフォーカスされた合計秒数です。分量と投票順位の関係を時期別に分けて見ていきましょう。1話2話の初動期と3週目中間順位では番組序盤の分量と3週目中間順位の関係には中程度の相関がありました。番組が始まったばかりの認知形成期にどれだけ移ったかが初動の順位に影響しているようです。1話から4話の分量と第1回順位発表式の順位では第1回投票期間全体の累計分量と第1回順位発表式の関係にも中程度の相関が見られました。グループバトル放送までの累積露出が最終的な第1回順位に影響していた可能性があります。つまりこんな流れで読めます。1話2話で順位の枠組みができる、3話4話のグループバトル披露で投票行動が変わる、6週目中間順位は6話放送開始前までの投票結果なので、6話7話の分量と順位の関係はここでは検証できません。第2回順位発表式で公式順位が出たら分量との相関も検証する予定です。ここでもう一つ興味深い発見をご紹介します。分量を種類別に分解してそれぞれと順位の関係を見ると、単純相関ではインタビュー時間が最強の連動を見せます。しかし分量の総量を統制した変相関分析を行うと、インタビュー単独の効果は半減、グループパフォーマンス披露時間の単独の効果はほぼゼロになります。ビハインドはそもそも単純相関の段階で弱く、総分量を統制しても符号が反転するレベルの小さな揺れにとどまり、単独の効果はほぼ見えませんでした。つまりインタビューが多いから順位が高いのではなく、インタビュー時間を含む分量の総量が多い人ほど順位が高いというのが実態と言えそうです。
まとめると、番組初期の露出がファン基盤の形成に重要。第1回投票期間中の累積露出が第1回順位に効く。単にインタビューが多い、パフォーマンスが目立っただけでは決まらず、番組内露出全体が影響している。4つ目のトピックは、中間順位と推しカメラ指標の関係についてです。6週目中間順位は生存50名のうち公開されたのは18名分、いわゆる穴あき公開でした。この18名について、過去の中間順位と第1回順位発表式から6週目までの順位推移を見てみましょう。特に大きな動きをしている練習生をピックアップすると、リュウジさん、幸四郎さん、アーチャーさん、アダムさん。過去の分析から第1回順位発表式と最も強く連動していた指標は、1話直後から4話終了直後までのテーマソング推しカメラとグループバトル推しカメラのいいね増加数でした。ここで重要なのは、グループバトル推しカメラについて YouTube だけでなく Mnet のいいねも合算した値が最も第1回順位と強く連動していたことです。Mnet のグループバトル推しカメラは YouTube より公開が約1週間早かったこともあると思いますが、Mnetの動きが順位と強く連動する理由にはいくつかの仮説が考えられます。仮説1、YouTube で拾いきれていない反応を Mnet が拾っている。複数プラットフォームをまたいだ全体的なファンの反応量を補完している可能性があります。仮説2、Mnet に足を運ぶファン層は熱量が高い。Mnet プラスは YouTube に比べて比較的マイナーなプラットフォーム。その Mnet までわざわざ推しカメラを見に行くファン層はそれだけ熱量が高く、投票という能動的な行動にも積極的だった可能性があります。Mnet の動きが投票順位と強く相関するのは、こうした熱量の高いファン層の動きを拾っているからかもしれません。どちらの仮説も否定できませんが、いずれにせよ Mnet の数字が投票順位を読み解く重要なシグナルになっていたと言えそうです。一方、6週目中間順位と最も強く連動していたのは、3話から4話終了直後の1週間のテーマソング推しカメラとグループバトル推しカメラの YouTube と Mnet 合算のいいね増加数でした。これは第1回投票締め切り直前の1週間にあたります。批評構造は第1回順位発表式と同じですが、期間が放送開始後全期間から直前の1週間に絞られているのが特徴です。6週目中間順位は4月30日発表、つまり第2回投票期間中の中間結果です。にもかかわらず、第1回投票期間中の指標と最も強く連動しているのは興味深い現象です。いくつかの仮説が考えられます。仮説1、第1回投票締め切り直前の動きが第2回投票期間中も継続している。第1回投票期間の最後の駆け込み期にファン熱量が高まった練習生に第2回でも同じファン層が投票し続けている可能性が考えられます。仮説に5話は順位発表式メインで個人フォーカスの分量がほぼなかった。5話は第1回順位発表式の放送回で個別練習生のフォーカスシーンはあまりありませんでした。そのためファンの投票行動を大きく動かす材料が番組内にあまりなかった可能性があります。仮説3、指標ムーブの発生・脱落のボーダーラインにいる練習生を推している場合、順位が近しい練習生に投票すると競合の順位を上げ、推しの順位を下げてしまうリスクがあります。そのため自分の推し以外はトップ12位圏内などの上位層に投票するといういわゆる指標的な動きをしたファンが発生した可能性もあるかもしれません。どの仮説も第1回投票期間中に形成されたファン基盤や投票行動がそのまま第2回の序盤の投票に持ち越されているという構造を示唆しています。さらに今回の分析で見えてきたのが、海外コメント人数を加味すると6週目中間順位との整合度がさらに改善すること。具体的にはいいねの増加分に加えて海外コメント人数の累計を組み合わせた合成スコアを作ると、6週目中間順位で公開された18名との順位の合致度が高まります。海外ファンの動きが順位形成にも一定の影響を持っていることが示唆されます。なお、海外コメント人数の効果はこの後のシミュレーションでも採用しています。まとめると、第1回順位発表式の最強相関は1話から4話の推しカメラ累積いいね増加数、6週目中間順位の最強相関は3話から4話のいいね増加数、第1回投票締め切り直前の動きが第2回投票期間中も継続している可能性がある海外コメント人数も合成スコアに加えると整合度が改善する。最後にここまでの分析を総合した順位シミュレーションの結果を共有します。
今回は2つの異なる視点で順位シミュレーションを行いました。2つのロジックで見比べることで第2回順位発表式に向けた予想を多角的に確認できます。モデル A、6 週目中間順位の傾向が続いた場合、6週目中間順位で公開された18名の順位と最も整合するモデルを採用しました。考えられる約1600通りの組み合わせを比較した結果、テーマソングとグループバトル推しカメラのリーチスコア増加分と海外コメント人数の累計を組み合わせたモデルに番組内の分量とベネフィットを補正として組み合わせたモデルが6週目中間順位と最も整合度が高い結果になりました。モデル B、第1回順位発表式と同じロジックでポジションバトル推しカメラを加えた場合、第1回順位発表式と最も連動した指標構造推しカメラのリーチスコア増加分をテーマソング、グループバトル、ポジションバトルの3つの推しカメラの合算に置き換えたシミュレーションです。補正として使ったのはベネフィットのみです。投票期間中に新しく公開された推しカメラの伸びが最終順位に効くという第1回順位発表のロジックをそのまま第2回にスライドした見方です。いいね増加数ではなくリーチスコアを採用した理由は概要欄をご確認ください。まずは6週目中間順位をベースにしたモデル A の結果。このモデルでは第1回トップ12常連の練習生がそのままランクインしています。第1回発表式から大きく動いているのはコウスケさんとイッサさんです。続いて第1回順位発表式をベースにしたモデル B。このモデルではポジションバトル推しカメラの伸びを取り込んだことでランキングに変化が出ています。特に注目すべきはイッサさんが19位から2位へのアップ、コウスケさんが7位から1位、アダムさんが10位から5位、トアさんが15位から11位、オウスケさんが13位から12位。ポジションバトル推しカメラで強い反応を集めた練習生が上位に押し上げられています。そして両モデルでトップ12にランクインした9名がこちらです。第1回順位発表式のトップ12のうち8名がここに含まれ、加えてイッサさんが両モデル共通の上昇候補として浮上しています。イッサさんは両モデルでトップ10入り。イッサさんの注目ポイントを3つに整理すると、1つ目、パフォーマンス後のミーム化。3話のパフォーマンスで一気に見つかり、積み立てイッサという新語や語尾にさをつける独特のファンのコメント文化も生まれています。2つ目、第2回投票期間中の推しカメラの伸びが全体トップ水準。6話放送後、7話放送後の両方の期間で4指標いずれも1位の伸びを記録しています。3つ目、ベネフィット獲得なしでこの位置。イッサさんはポジションバトルでベネフィットを獲得していません。つまりこの上昇候補はベネフィットの加点ではなく純粋なファンの熱量の伸びによるものと言えます。イッサさんは両モデルで上昇候補という第2回最大のダークホースです。そしてもう一人注目したいのがコウスケさん。両モデルでトップ2、6話ですでにパフォーマンス披露済みにもかかわらず、第2回投票期間中も継続的に推しカメラの熱量を集めていて、上位の本命候補と言えそうです。モデル A だけにトップ12入りしているのはゴテンさん、リョウガさん、ヒョンスンさん、いずれも第1回でトップ12に入っていた練習生で、6週目中間順位の傾向が続けば引き続きトップ12内に残る可能性が高いという見方です。モデル B だけにトップ12入りしているのはアダムさん、トアさん、オウスケさん。アダムさんは6週目中間順位では順位が下がったものの、フル時計チームのセルフプロデュースが話題。トアさんはポジションバトルでチーム内1位を獲得。オウスケさんは6週目中間順位ですでに10位の上昇候補として公開されています。ポジションバトル推しカメラの伸びを評価に組み込むと押し上がる練習生たちです。まとめると両モデル共通でトップ12入りしたコア9名が第2回でも安定して上位候補。共通する大幅上昇候補はイッサさん。モデル A ではゴテンさん、リョウガさん、ヒョンスンさんが残留候補。モデル B ではアダムさん、トワさん、オウスケさんがポジションバトル推しカメラの効果で押し上げられる候補。5月14日の第2回順位発表式でこの2つのモデルがどこまで現実と合うか、それぞれの違いが見えるはずです。データから見えてくるトップ12候補をご紹介しましたが、ここで注意事項をお伝えします。今回お見せした2つのシミュレーションにはそれぞれ異なる限界があります。モデル A は18名分しか公開されていない6週目中間順位を基準にモデルを選んでいるため、生存50名全員の実際の順位とは異なる可能性があります。また6週目中間順位はポジションバトル推しカメラの公開より前の投票結果なので、ポジションバトル推しカメラの効果はこのモデルには反映されていません。モ
モデル B は第1回順位発表式のロジックを基準にしているため、第2回ならではの動き、例えば投票期間が第1回より短いこと、ベネフィットの規模が第1回より大きくなったことなどは、モデル内で十分に反映されない可能性があります。また、データで捉えきれない要因、番組内のドラマ、SNS での話題、視聴者の感情の動きなども順位を動かすことがあります。第2回順位発表式は5月14日、本当の順位はそこで明らかになります。データ分析は答えではなく見方の一つと考えています。今回のシミュレーションが当たっても外れても、その違いから新しい発見があるはずです。当たり外れも含めて第2回順位発表式を一緒に見届けていただければと思います。最後に今回の分析で分かったことを5つのポイントにまとめます。1、第2回投票期間中の推しカメラの動き。ＩＳＳＡさんとコウスケさんが6話放送後、7話放送後の両方で頭一つ抜けた伸びを見せました。2、ベネフィットの影響度。第1回の2倍規模に拡大しましたが、順位が下位であるほど効き、上位ではほぼ影響なし。ベネフィット単独では順位逆転は起こりにくいという結果でした。3、番組内の分量と順位。分量の総量が支配的で、種類別の単独効果は限定的。番組初期の露出が半基盤の形成に重要な役割を果たしているようでした。4、中間順位と推しカメラ指標の関係。6週目中間順位の最強相関は、第1回投票締め切り直前の指標と同じ、第1回投票期間中の動きが第2回でも継続している可能性があります。5、データシミュレーションの結果、2つのシミュレーションから両モデル共通でトップ10に入りしたコア9名と、モデルごとに異なる上昇候補が浮かび上がりました。共通する大幅上昇候補はISSAさんです。第2回順位発表式で、これらのシミュレーションがどこまで現実と合うのか答え合わせの瞬間がやってきます。皆さんはトップ12に誰が入ると思いますか？ご自身の予想や注目している練習生についてぜひコメント欄で教えてください。今回のような順位シミュレーションの動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。